お手紙ヤギの編み会にようこそ。お手紙ヤギです。このお手紙ヤギの編み会というタイトルの動画は、おしゃべりがメインの編み会のようなスタイルの動画になっています。皆さんもぜひお茶とおやつと編みかけを用意して一緒に編み物の時間を楽しみましょう。それでは今日も始めます。私のようなぽっこりお腹にはちょっと厳しいものがあるなと。呪いみたいなのが続いてたんですけど、正座して聞いてる感じです。今日はですね、この糸を、小分けに巻きながら完成品報告とか、あと私がいつも編み物のお供に使っているアイテムなんかのお話をしようかなと思っているんですけど、まず今日やる作業はこのね、ローワンで編むニットという本の中に入っているシースルーという野口智子さんのデザインのパターンを編もうと思っていますって以前の動画で紹介したんですけど、そのスワッチをね編んでみたんですよ。なんかこうモヘアの糸を2本取りと1本取りのところに分けて、こんな感じにこうシースルーの模様でチェックみたいな感じにしていくっていうパターンなんですけど、私このスワッチでね、この2本取りと1本取りのバージョンと、あとこれはこの密度のある部分はモヘア3本取りと1本取りっていうバージョンの2つ編んでみたんですよ。っていうのも、まずこの2本取りと1本取りの方で編んでみて、あんまりシースルーの感じが綺麗に出ないんじゃないかなって思ったので、もうちょっとコントラストが出るようにと思って3本取りと1本取りっていう組み合わせでも編んでみたんですけど、これがどっちにするか迷いましてね、ちょっと自分じゃなかなか決められないので、夫にもどっちがいいとかって聞いてみたんですけど、夫はこっちのね3本取りと1本取りのよりはっきりした方がいいって言ってたんですけど、でもいろいろ考えてみた結果、私は2本取りと1本取りパターン通りの方にやっぱりしてみようかなと思っていて、なぜかというとね、このなんかふんわり具合がやっぱ違うんですよ。3本取りだと結構しっかりしちゃって、多分パターンの雰囲気に合うのはこのすごい儚い感じのふんわりより薄い方かなっていう風に思ったので、こっちにしようって決めたんですね。で、それがこのシースルーのパターンを編むためにインターシャをしないといけないので、そのインターシャの糸玉作りのためにこっちの水色の方のモヘアをだいたいね計算した結果 10g ぐらいのが5玉あれば大丈夫だっていうことになったので、今日はそれを糸巻きしながら動画を撮っていこうと思っています。で、糸巻きしながら完成報告なんですけど、このね、今着ているミモザのセーター、ユールニッティングさんの YouTube のチュートリアル動画で作ったミモザのセーターが完成しました。これがこのカノコ編みとメリヤス編みの組み合わせのミモザ柄っていうセーター、ミモザ柄って呼んでる柄のセーターなんですけど、ちょっとわかるかな、こんな感じのボックスシルエットのゆったりしたデザインのプルオーバーなんですけど、これがねサイズが1サイズのみになっていて、ゆったりめの M サイズっていうことだったんですね。
なんですけど、私 M サイズでは普段の服では合わないんですけど、これが確か身幅がだいたい62センチぐらいっていうことだったので、調整しなくても着れそうだなと思ったので、調整なしで編んでみることにしました。そして、指定糸はだるまのメリノスタイル波太っていう指定糸だったんですけど、私はちょうど手持ちの工業紙で、色も黄色い色でイメージに合うので、バルーンミックスっていう丸安毛糸さんで夏市で購入した糸を3本取りで編みました。で、ほぼほぼアレンジなしでチュートリアル動画の通りに作ったんですけど、チュートリアルの動画ではこのね、脇下の部分がこう前後差になっている脇下の部分をここからね、もう閉じずに開けてたんですよ。で、動画を見た時に私もそれ可愛いなって思って最初閉じずに仕上げてたんですけど、全部終わっていざ着てみたら、なんかやっぱり開いてるのが気になっちゃって、なので結局ね、ちゃんと閉じちゃいました。それでも着れてるのでね、私ぐらいの体型の方でも多分目数とか調整なしでいけるパターンなのではないかと思います。それでこれが指定のゲージが横7模様分の21目×縦4模様分の32段がだいたい10センチ角っていう10センチゲージで表すとおよそ20目29段っていうゲージだったんですけど、スワッチで測った時はだいたい同じゲージが取れたんですけど、編み上がった実物でゲージを測ってみたら、横7模様分が横7模様分縦4模様分で 9.8 センチ ×10 センチっていうことで、10センチゲージに直すとおよそ22名31段っていうことで、若干ゲージよりも詰まってしまったので小さめになっちゃったんですね。さっき着る前に仕上がり寸法の身幅を測ったらだいたい60センチぐらいだったので、2センチぐらいちっちゃくなっちゃってるんですけど、それでも問題なく着れてます。ただね、この前の着丈がね、ちょっと短いかなって思うんですよ。これデザイン的に可愛いんですけど、なんか私のようなぽっこりお腹にはちょっと厳しいものがあるなと思っていて、でももうね、仕上げちゃったのでやり直すのもめんどくさいので、なんかこの下に長めのシャツとかを合わせてインナーでなんとかしようと思っています。でもね、すごい気に入ってます。春先まで結構活躍してもらおうかなと思っています。なんか水通し前の編んでいる状態の時はこの毛糸結構硬いかなって思ったんですけど、水通しするとちゃんとね、ふわふわの手編み糸っぽくなっていい感じになりました。ちょっと今思ったんですけど、糸巻き機の音がうるさかったらすいません。何も考えずに撮り始めちゃいましたけど。ということで、最初に言っていた私が普段使っている
編み物のお供にしているアイテムをちょっと今日はご紹介してみようかなと思っているんですけど、3つほどご紹介しようと思っています。一つはね、一つは香り系のグッズなんですけど、こちらをご紹介したいなと思って持ってきたんですけど、これ何かというとアロマディフューザーなんですよ。これね、これがパーフェクトポーションっていうお店で買ったミニパーソナルアロマディフューザーっていう品物なんですけど、パーフェクトポーションって私その時初めて入ったお店だったので、ちょっと後から調べてみたんですけど、オーストラリア発のナチュラルスキンケアブランドらしいです。お店にはアロマオイルとか、あとその植物のアロマオイルで香り付けしたシャンプー、リンスとかいろんなスキンケアアイテムがいっぱい置いてあるお店だったんですけど、アロマディフューザーもいくつか置いてあって、その中の私はこの持ち運びできるタイプのアロマディフューザーがあんまり他で見たことなかったし、いろんなところに手軽に携帯できるのはいいなと思って購入してみました。これがですね、この上の部分がこう開けるとこんな風に容器になっていて、ここに水とアロマオイルを数滴垂らしてこう蓋を閉めて、ここはスイッチになっていて、スイッチをこう下に下げると電源が入って、ここからアロマのミストが出てくるっていうやつなんですけど、ちょっとやってみようと思いますね。こんな感じでお水を入れてきたんですけど、ここにアロマオイルを2、3、4滴ぐらい入れて、それで蓋をして、ここを下げるとスイッチが入って、こんな風に分かりますか？ミストがね、これオンすると1分間こんな感じでミストが出てきて、1分で自動的に終わるんですよ。なのでなんか寝る直前とかにもう横になってからスイッチを入れても勝手に切れてくれるので、すごいいいんですよね。こんな1分だけで少量だけなんですけど、結構しっかりめに香りが拡散するのでいい感じです。私最初これはすごく私車酔いしやすくて、なんか車のね独特の匂いがダメで酔っちゃうので、その匂い対策で持ち歩こうかなって思って最初は買ったんですけど、実際今は車にはあまり持っていかずに、もっぱら家の中で寝る前とか気分転換とかに使っています。でね、購入した時にアロマオイルも一緒に2種類購入したんですけど、この昼と夜という2種類のブレンドのオイルを購入してきました。で、昼の方はローズマリーとレモンのブレンドのなんかさっぱり爽やかな感じで、夜の方はラベンダーとオレンジっていうね、
なんだろう、温かみを感じる香りですね。これをなんか使い分けています。で、これミストなので、今ぐらいの乾燥する時期にはね、保湿も兼ねていい感じに使えます。ただね、これ充電式なんですけど、USB の充電式で、こんな感じのコードを、これがね、挿す面が下なんですよ。この底なので、ちょっとね、中身が入っている時は充電しづらいなっていうのが一つなんか不便って思うんですけど、まあこの蓋すっごいしっかり閉まるので、あんまり倒さないでくださいとは注意書きに書いてあるけど、倒してもそんな漏れるっていうことはあんまりないんですけどね。その点だけちょっと使いづらいなって思うだけで、すごい便利なので、よかったら探してみてください。で、2つ目の編み物のお供はこれです。このね、ボディショップのボディバターです。これはボディショップはすごいいろんなお店、いろんなデパートとかに入っているので見たことある方も多いと思うんですけど、ボディショップの中でも定番の商品だと思うんですけど、ボディバター、保湿クリームですね。全身に使える保湿クリームです。それで私が購入したのはこのマグノリアじゃない、モリンガっていう香りなんですね。の固形のボディクリームで、こんな感じ。見た目結構硬い感じがするんですけど、こんな感じ。そんなに硬くないんですよね。で、結構伸びもいいので、なんか香りもいいので、なんかちょっと気分転換にね、手の保湿こうやってして香りで癒されてます。このモリンガっていう香りはお店で試してすごい一番好きな香りだったので、今使ってるのがなくなったら買おうとか思って買い替えるタイミングでいつも忘れててなんか数年単位で欲しいなって思ってたものだったんですけど、ちょっと思い出せて今回は買うことができたっていう感じなんですけど、なんかね、どんな匂いって表現したらいいんだろう。なんかフローラル系の香りなんだけど、ちょっとパウダリーな感じもあって、なんとも言えない落ち着く香りですね。ちょっと天花粉にも似たような。天花粉ってわかりますか？ちょっと若い世代の人はわかんないかもしれないけど、天花粉っていうベビーパウダーって言ったらわかるかなの香りにもちょっと似ているので、なんか似た感じの原料なのかなと思って調べてみたら全然違っていて、天花粉はカラスウリの根なんだそうです。
モリンガはフィリピンやインドに生えてる樹木で、奇跡の木と呼ばれていて、栄養価の高いスーパーフードとされているそうです。食べ物でもあるんですね。で、これ編み物の気分転換にも使っているんですけど、毎日お風呂上がりにも全身に塗りたくって保湿しています。これ買うときに、これ別売りだったんですけど、こんなスパチュラも一緒に買ってみたんですけど、なんかこれね、新幹線の車体をリサイクルした素材でできているスパチュラなんだそうです。ちょっと見えるかな？新幹線の絵が書いてあるんですけど、見えますか？こんな感じの。これも結構使いやすいです。はい。そして、編み物のお供の3つ目は音楽なんですけど、皆さん編み物の時、YouTube 見たりね、いろんな音楽とか楽しんだりされていると思いますけど、どんなの聞いてますか？私は、結構よく聞いているのが、無印良品の BGM みたいな感じの音楽です。これ特定のチャンネルでこれっていうのはないんですけど、無印良品 BGM で検索すると、なんか無地の店内でかかってるみたいなケルト音楽の BGM がいろいろ出てくるんですよ。で、その中でその日の気分で選んで聴いてるんですけど、なんかケルト音楽の感じがすごい集中できていいんですよね。でもね、その BGM のどれかの動画についていたコメントで、無印の元店員さんっていう方がコメントつけているのがあって、それを読んでみると、なんかこの音楽聴くと当時の憂鬱な気持ちが蘇るみたいなコメントされていて、なんかそれちょっとわかるなって思っちゃったんですけど、私もね、昔辛かったバイト先で、いつも店内の BGM で流れてたのがビートルズだったんですよ。で、なんかビートルズすごい好きで、もともとよく聞いてたんですけど、なんかそのバイト先での辛い気持ちがなんかビートルズの BGM と結びついちゃってバイト辞めてから数年ぐらいずーっとなんか呪いみたいなのが続いてたんですけど、今はもう普通に聞けてますけどね。なので、その元無印の店員さんのコメントわかるわと思って読みました。よく聴いてる音楽のもう一つは、これは特定のチャンネルなんですけど、クラシックミュージックバッドっていうチャンネルがあって、そのチャンネルの中のクラシカルミュージックバッドローファイっていう再生リストを結構聞いています。これがどんな音楽かと言いますと、いろんなクラシックの有名な楽曲をサンプリングして、それに、なんていうか、穏やかな感じのビートを乗っけて、さらに、ローファイっていうね、あえて低音質にしてるというか、なんか、レコードのノイズみたいな、環境ノイズみたいなのとか、あと、音程にちょっと揺らぎがあったりするような
アナログ感の効果を出している楽曲ばっかり集めてる再生リストがあるんですけど、私もともとクラシックが好きだし、あとね、その真逆の電子音みたいな音楽も割と好きなんですよね。なのでその好きな2つが融合したような感じの音楽がずっと流れているのが結構いいなと思って、クラシックは集中できるけど軽くビートがつけてあるのがなんかこう盛り上がる感じもあって、ちょうど編み物してる時のテンションに合ってるんですよね。それでよくこの再生リストを聞いています。あとはジャズの BGM もよくかけてますね。ちょっとジャズの BGM はめちゃめちゃいっぱい動画がありすぎて、特定のどれがいいっていうお気に入りはまだ見つけられてないんですけどね。なんかよく検索でなんか読書とか集中とか、あとモーニングとかカフェとか付け出して検索して聞いています。もしおすすめがあったら教えてください。あとは最近ハマっているシンガーソングライターの野田恵美さんっていう方のチャンネルの動画も最近よく聞いています。私あんまり作業するときに日本語の歌詞の曲はどうしても歌詞が頭に入ってきて気が散っちゃうのであんまり聞かないんですけど、この野田恵美さんってすごいいろんな有名な日本語の歌をカバーした動画を出しているんですけど、なんかね、声質が鬼塚千尋さんとかあいみょんとかと近いイメージの声質の方で、基本的に艶があって透明感がある感じの歌声なんですけど、かすかにハスキーさがあって、そこがすごい好きで、あとね、歌い方に結構感情が乗っていて引き込まれる歌声なんですよね。それがギター一本で弾き語るスタイルにすごい合っているので、なんかよく聞いてます最近。でもかけ流す感じではなくて、作業を始める前に聞くと気合が入るのでよく作業前に正座して聞いてる感じです。なんかいっぱいカバーソング出してるんですけど、その中でもキングヌーの三文小説っていう楽曲のカバーがめちゃくちゃ良くて、この歌確かドラマの主題歌で、結構シリアスなドラマの主題歌だったと思うんですけど、なので歌の歌詞もね、なんだろう、ちょっと悲しげな感じなんですけど、その世界観と彼女の歌声がめちゃめちゃマッチしていて、ぜひ一回聴いてほしいなって思います。ということで、今日もなんか結構取り留めもない話になっちゃったんですけど、ここら辺で終わりにしようと思います。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。